ここはガタピシ横丁。色と記憶が静かに交わる。そんな不思議な通りだ。今日はコッペパン屋の話をしよう。小さな黒板に手書きの文字で空色コッペとだけ書かれていた。ガラス越しに並ぶのはふわりと膨らんだコッペパン。扉の向こうからは柔らかい甘い匂いが流れてくる。メニューに並ぶ名前はどこか少し変わっていた。夕焼けのいちご、真夜中のブルーベリー、新緑の抹茶、黄金バナナ。ただの具材のはずなのに、どれも景色の名前みたいだった。わしは少し迷ってから夕暮れのあんバターを選んだ。店主は何も言わず、白い手袋の手でふわりとパンを裂いた。深い小豆色のあんこ。そこへ淡い黄金色のバターがそっと重なる。ぬくもりでバターの縁が少しだけ溶ける。赤と金が柔らかな白の中に静かに重なった。焼きたての香りが鼻の奥までゆっくり広がる。わしは一口かじった。その瞬間、まだ昼間だというのに、横丁の空がゆっくりと橙に染まった。建物の影が長く伸びる。ガラス窓が夕焼け色にきらめく。横丁は静かな黄昏色に包まれていた。あんこの甘みが夕暮れの空みたいにじんわり広がる。溶けたバターの塩気がその光に優しい輪郭をつけた。それは懐かしい時間の色だった。ふとわしは思った。もし真夜中のブルーベリーを選べば、横丁は押しうる夜になるのだろう。新緑の抹茶を選べば、春の風が吹くのかもしれない。このコッペパンは、横丁の色をそっと塗り替える一本の筆みたいだった。食べ終える頃には、夕暮れはすっとおどけて、横丁はいつもの昼の光に戻っていた。けれど、さっきまで確かに見ていた黄昏の余韻だけが胸の奥に静かに残っていた。世界が退屈に見えるなら、新しい色を挟めばいい。ここはガタピシ横丁。時間が紙みたいに積み重なっていく。そんな不思議な通りだ。今日は古書店の話をしよう。店のグラス越しにはぎっしりと本が積み上がっていた。まるで誰かの時間がそのまま押し込まれたみたいに。扉を押すと、乾いた紙の匂いがふわりと広がった。所狭しと積まれた本の山。どの本も背表紙が少しだけ日に焼けている。長い時間、誰かの部屋で読まれていたのだろう。
ページの隙間には、しおりの代わりに、古いレシートや押し花が挟まっていた。この店は、本を売っているのではない。時間を置いているのかもしれない。ふと手に取った一冊の小説。何気なくページをめくる。その余白に、青いインクで、こんな書き込みがあった。ここで私は泣いた。たった一行。けれど、その文字だけが、今もまだ、濡れているみたいだった。わしは、そのページを読んだ。物語の主人公は、ここで大切なものを失う。確かに、胸がキュッと締め付けられる場面だった。その文字は、少し震えていた。急いで書いたのか、こらえきれずに書いたのか、わしは想像する。この本を読んでいた、見知らぬ誰かの夜。声を出さずに泣いた時間。ページの上に落ちた静かな涙。その人は、この本を手放した。けれど、気持ちだけは、本の中に置いていったのだ。本は、物語だけを残すんじゃない。誰かの涙まで、そっと挟んでいる。わしは本を閉じた。その本を、元あった場所にそっと戻した。その時、棚の奥で一冊の本がストンと音を立てた。振り向いても誰もいない。けれど、この店そのものが読まれた時間を守っているようだった。誰かが泣いた物語は、もう一度誰かの胸を震わせる。ここは、片岸横丁。晴れた日なのに、優しい雨が迷い込む。そんな不思議な通りだ。今日は、狐の嫁入りの話をしよう。その日は、空が青く澄んでいた。足元に、紅白の水引が落ちていた。結び目は崩れ、ほどけかけていた。わしはそっと拾い上げようとした。その時、ポツンと一滴、手の甲に雨が落ちた。けれど空は晴れたままだ。遠くで誰かが囁いた気がした。小嫁入りが始まるよ。横丁の奥がスーッと霞む。黒い装束、赤い番傘、狐面をつけた人々が静かに歩いてくる。音はしない。けれど、足音だけは確かにある。雨は優しく降り続いていた。行列の後ろの方に白むくの花嫁がいた。狐面の奥の目は見えない。けれど、わしの前でほんの少しだけ会釈をした。その仕草はどこか人間らしくて、少しだけ寂しそうだった。気づけば
行列は霧の向こうへ消えていた。そしてふっと雨が止んだ。空は何事もなかったかのように青い。足元にあの水引が残っていた。さっきまでほどけていたはずなのに、それはキュッと固く結ばれていた。まるで一つの円が結ばれた証のように。その水引は一枚の紙にそっとかけられていた。わしはその紙に目を落とす。見届けてくれてありがとう。その時、横丁の上に淡い虹がふわりとかかった。誰かを送り出すよほど空は青い。寂しさを眩しさで包むために。ここはガタピシ横丁。見慣れているはずの景色がふと違って見えることがある。そんな不思議な通りだ。今日はメガネ屋の話をしよう。その店は細い路地の奥にひっそりと佇んでいた。二つ並んだやけに大きな丸い窓。古びた看板にはかすれた文字。残影堂。わしはそっと扉に手をかけた。中には誰もいなかった。棚には様々な形のメガネが並び、どれもこちらを見ているような気がした。静けさだけがやけに濃かった。カウンターの上に一つだけメガネが置かれていた。丸みを帯びたレンズ。上だけがうっと切り取られた独特の形。飴色。いや、琥珀色にも見える深いフレーム。クラウンパントと呼ばれるものらしい。その横に張り紙が一枚。レンズ越しにだけ見えるものがあります。わしはそのメガネをそっと手に取った。ゆっくりとかける。その瞬間、空気がほんの少しだけずれた。カウンターの向こうにさっきまではいなかったはずの店主は立っていた。手には布。キュッキュッと規則的にメガネを磨き続けている。わしが店内を見回すと、スツールの画面が誰かが腰掛けているみたいにわずかに沈んでいた。棚のガラスにはそこにいないはずの影がかすかに映り込む。鏡の奥にも誰かがいるような気配だけが残っていた。ここにいたのは自分だけじゃなかった。どうです？はっきり見える気分が。度数が強すぎましたかね。今のあなたは世界の余白まで覗き込んでしまっているようです。その言葉の意味を理解するより先に静かな違和感が背中をなぞった。わしは慌ててメガネを外した。空気が元に戻る。店内にはもう誰もいなかった。
ただ、の張り紙だけが少しだけ言葉を書いていた。ご利用ありがとうございました。目を凝らせばいくらでも見えてしまう。だから人は程よくぼかして生きている。ここはガタピシ横丁。季節の匂いがいつも少しだけ遅れてやってくれ。そんな不思議な通りだ。今日は青果店の話をしよう。店先には太陽の熱を含んだ夏野菜が所狭しと並んでいる。ニガウリ、ナス、トウモロコシ。どれもが今が一番の食べ頃だと言わんばかりに誇らしげな色をしていた。店の奥には赤クーレとトマトがカゴいっぱいに積まれていた。どれも甘く熟し、今にも選ばれるのを待っている。けれど、その中に一つだけ、まだ熟れていない青いトマトが混じっていた。まるで、堅くなに青いままでいるように見えた。わしはその青いトマトをそっと手に取った。指先に触れた皮はひんやりと硬い。硬いトマトの柔らかさとはどこか違っていた。手のひらの上で青い実はただ静かにそこにあった。その時、鼻の奥に青い匂いがふっと広がった。言いかけて飲み込んだ言葉。踏み出す前に引き返した道。もう少しだけ、と先送りにしたあの日。焦り、悔しさ。それでもどこかで守り続けていた青いままの自分。トマトの表面に夏の光がうっすらと滲んだ。その青さは忘れかけていた時間を静かに思い出させる色だった。気づけば赤いトマトはすべて売れてしまっていた。笑い声、紙袋の音、小銭の鳴る音。店先はまだ賑やかなのに、わしの前だけなぜか静かだった。いつの間にか手の中には紙袋が一つあった。青いトマトをそっとその中へ入れる。紙越しに伝わるひんやりとした感触。それはまだ何者にもなっていない時間を優しく包んでいるようだった。わしは代金を置き、誰にともなく軽く頭を下げた。紙袋の中で青い実がかすかに転がった。誰との色に合わせなくていい。青いからこそ夢を抱ける。チャンネル登録よろしくお願いします。